こんにちは。最近ネチョネチョが足りない春日部紬です。今日は皆さんお待ちかねの除去コンを持ってきました。なお余談ですが、陰キャコントロール動画はトラウマを刺激される方が多いの家庭評価が増える傾向にあります。マワーシも国別使われるのは嫌いだからしょうがないですね。次のターンも相手のアタックを受けるのはほぼ確実なので労働者はジャンプせずに通します。このターンは切り崩しを構えて GO です。お相手膨れた汚染者をキャスト。まあまあめんどいですね。ここは育つと面倒なクリリオンの方を除去します。ジャンプするかどうかの判断は先を見据えて行いたいですね。そしてここはジャンプです。そして放浪王を構えてエンド。お相手腐れ花をキャスト。そして2体でアタック。ここは放浪王ですね。マイナス2で汚染者を追放。あれしまった。これはエイムミスですね。一人で窮地に陥る春日部紬。ナンバ引けないと厳しいです。が、ドローは土地。しょうもないプレーにデッキも呆れ取りますが、ここはイーガン城の修繕と銀行破りでマナを使い切りますか。腐れ花で破壊可能ですが、むしろ盤面の打点減ってくれたらありがたいです。お相手も軽く悩んだ末に打点優先で投資。お相手ハラナとアレイナをキャスト。これは強い。そして2体でアタック。ここは銀行破りで相打ち取りますか。ここどっち取るかは諸説ありますね。こちらはイーガン城2勝で赤白マルチを捨てて銀行破りを戻します。シェオチョクはメインで打っておきます。そして銀行破りのドローを構えて GO です。お相手支部の壊滅者を F3 でキャスト。これは普通に強いです。そして2体でアタック。銀行破りで払われ一方ですが、ジャンプです。あえてです。起動忘れたりしてないよ。ほんとだよ。一応ブロックすると召喚槍で銀行破りがドローできなかったので払われ残して1ドローするかどうかの択だったんですね。そしてこのターン4マナ残して放浪王を引けました。賭けには勝てましたね。お相手支部の壊滅者を F3 でキャスト。エイガン城あったとはいえ立ち回り次第では結構危なかったですね。ここは放浪王のマイナス2で壊滅者を追放します。5点入って残り4点。次何か引かないと支部の壊滅者のアタックが通って待てです。2枚目のドローは怒りの大天使。これはギリギリ耐えてますね。大天使キッカー1回でキャスト。何も除去できませんが顔を焼いておきます。放浪王のプラスで怒りの大天使を強化しておきます。修繕する建築家のアタックは通って残り12点。お相手流星なムレヒキーをキャスト。腹の轟く雷獣をキャスト。ハンド強いですね。ハラーレはムレヒキーをバフして3体でアタック。でもこれは怒りの大天使で美味しくトレード可能です。轟く雷獣を一方取ってムレヒキーはジャンプして5点通します。5点通って4点回復して残り2点。トップは除去。さらに次のドローも除去。これは取り返せましたね。まず放浪をマイナス2で追放からのシェオチョク。さらにシェオチョク。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。お相手兵士デッキ。なんかバグで部族土地の指定喋らなくなりましたよね。こちらは銀行破りをキャストします。
お相手サリアをキャスト。喉首構えてたら結構なテンポロスでしたね。お相手でニックをキャスト。ここはでニック先キャストしてくれたので心置きなくサリア破壊できますね。こちらのドローはさらに除去。除去の割合かなり大きいですからね。ここはエイガン城の修繕で土地を伸ばして5です。お相手ミュレルをキャスト。切り崩しの範囲外はきつい。ここエイガン城の2章を使うためにアップキープにチェック入れてます。まず銀行破りでドローして、切り崩しでニック破壊。これで2章が使えるので土地を伸ばしておきます。お相手でニックを高齢でキャスト。ミュレルの能力でトークン2体生成。ここ特別ぶっぱしちゃんの周りですが、一応見た目地上止まってるので1ターン様子見ますか。メインでフォーロー王をキャストして見れるだけは追放しておきます。お相手粗暴な聖戦士をキャスト。次ターン特別を考えたらこれはラッキーかもですね。お相手3体でアタック。ここは4点受けて残り12点。トップはケイヤですが、さすがに一旦リセットですかね。国別で盤面リセットしつつエイガン城の修繕を取り返します。これでぴったり銀行を破り構えられて美しいですね。お相手徴兵士官から追加のミュレルをキャスト。ここをうっかり通してしまって銀行を破り起動できませんでした。気をつけないとですね、ほんと。マウソレはそれとしてケイヤをキャスト。マイナス3でミュレルを追放してこちらにコピーを生成。お相手粗暴な聖戦士をキャスト。ドローが噛み合ってますね。お相手ミシュラの鋳造小起動。このアタックはだいぶありがたい。銀行破りを起動。銀行破りのトークンと徴兵士間で相打ちします。2点入って残り10点。こちらはケイヤのプラス0で2ドロー。そして怒りの大天使キッカー2回でキャスト。とここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。土地が若干気になりますが農場労働者がいるのでキープです。お相手エスパーカラーコントロールっぽいですね。こちらは野心的な農場労働者をキャストします。お相手切り崩しで破壊。ハンドアド的には優位なのでセーフ。お相手鈴木海斗をキャスト。先手でこの動きは強い。こちらはトークン破壊して銀行破りをキャストしてエンドです。お相手まず1枚ルーティング。ベールのリリアナをキャスト。フレンズ系ですね。ベリアナはコントロールミラーでめちゃくちゃ強く感じるのですごく採用したくなるのですが、コントロールはやっぱ土地伸ばしてなんぼなのでこうやって自分でハンド絞るのは結構リスクあるんですよね。こちらのデッキは ETD でハンドアドを得られるカードが多いので対ベリアナに関してはまあまあ強いです。お相手回答を捨ててトークン出しました。ベリアナを守る構えでしょうか。こちらは除去を捨てて農場労働者を戦場へ。 ETD でさらにキラチを増やします。あとはフォーローを構えて5ですかね。お相手エンドにフォーローをキャスト。ライフに余裕があるのでここで出てくる分にはギリギリセーフ。マイナス2でこちらのトークンを追放します。ベリアナ奥義打ちたい構えなんですかね。お相手シェスをキャスト。 PW が並びますがここでフルタップはかなりありがたい。ここ相手の選択次第では次のターン一気に有利取り返せますね。お相手シェスはマイナス2。
ベリアナ起動なしは地味にありがたい。そしてトークンアタックは最高にグッドですよ。こちらはエンドに放浪王をキャスト、マイナス1でトークン生成。まずメインで怒りの大天使キッカー2回、 ETD でベールのリリアナに2連打して破壊。さらに銀行破りに登場して、それぞれジェスと放浪王を攻撃。これで盤面きれいです。放浪王はトークンのアタックで死なないようにプラスしておきますか。お相手トークンでアタックして集団疾走をキャスト。こちら3体破壊されますが、土地とドロソで依然こちらが有利ですね。こちらは聖域の番人をキャスト。そのまま銀行破りに登場してアタック。4点入って残り16点。お相手シェオチョクをキャスト。聖域の番人もこれのせいで結構きつくなりましたね。こちらはまずドローから農場労働者をキャストします。キラチを1枚ハンドへ。放浪王は特に何もなければプラス2以上を保っておきたいのでプラス1で2点入って残り14点。お相手何もせずにエンド。序盤に土地を捨てたのがかなり響いてそうです。こちらはエンドに竹沼で聖域の番人を回収します。こちらはまず番人をキャスト。お相手も竹沼を根力。放浪王をハンドに加えます。番人は放浪王からカウンター取るのがとてもお得感あります。次のターン国別は来ないので攻めていきますかね。2体でアタックして7点入ります。お相手ここも構えてエンド。放浪王が見えてるのが地味に攻めづらいところ。お相手切り崩し。まあここは放浪王出させてフルタップにケイヤですかね。お相手メイドともりの更新をキャスト。これでもマナが倒れたのでまあ OK です。そしてケイヤ登場。シェオチョクも1枚じゃ通らないのでコントロールにとってはほぼ詰みの盤面。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。ということでオルゾフミッドレンジでした。まずこのデッキをなぜ組んだのかというと、先週末の大会で緑白毒殺や赤タン、エスパーレジェンズなどのアグロデッキが数多く入賞して、それまでのアトラクサゲーにマジレスするアグロ環境が復権してきました。ではそれに反応して BO1 環境もアトラクサが減ってアグロ環境が強まるのではと先読みして除去コンを組んでみました。農場労働者、銀行破り、番人、エイガンジョン以外の22枚は除去という中、強烈な構築ですが、大天使や放浪を追うケイヤはそのままフィニッシャーになるので、畳む時は速やかに畳めるのでグダグダやってワンチャン通されるリスクもなるべく減らしてある構築となっています。で、一つ疑問がある人が多いと思いますが、なぜマルドにしないのかというと、主に農場労働者や愛玩場でマナを伸ばすためですね。このデッキはかなり高マナ帯に寄っているので、安定してマナを伸ばせる構築にするため赤いカードは引いてます。あと一つ比較的珍しいカードとしては、動画では出ませんでしたが一時的封鎖を採用しています。2マナ以下のパーマネントを追放するエンチャントです。これで銀行破りを追放しちゃうのが地味にアンチシナジーなのですが、これが白緑に対してほぼ対処不能なめちゃ強の1枚なんですよね。白緑の防御スペルを全部貫通するし、作れるブノスも追放可能です。今回は一度も活躍しなかったというかほとんど引けてすらいなかったので残念ながら動画では出てきませんでした。まあこういうことされたりすることもあるので過信は禁物なんですけどね。あ、ちなみに新カードのケイヤですがなかなかいいですね。放浪者も悪くないですが、こちらの方が1マナ重いだけあって本当に出したら勝ちのフィニッシャーって感じがあります。
難点は返しの絶望将来なので、黒を見るならもうちょっとデコイ用の PW を増やすのもありかもしれません。このデッキの強さですが、まあまあいけますね。まだ実感としてアグロが増えた感じはしませんが、アトラクサには弱いのでアトラクサが減るだけやってくれる感じはあります。勝率はまだ上振れ中っぽくて 60% 超えてますが、負け越すことはさすがになさそうかな。ということで以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。また、チャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。